アロハ、桜井です。那須塩原温泉の旅。4本目の今回は、塩原温泉街歩き。源泉での温泉卵作り。温泉街の足湯や滝、カフェなど、歩いて回れる観光情報をお送りします。ぜひ、最後までご覧ください。まずはじめに、源泉での温泉卵作りに挑戦します。今回宿泊した幸運荘には足湯があり、その源泉で温泉卵を作ることができます。また足湯にはテーブルもあり、焼酎の温泉割りや温泉ビールなどを足湯に浸かりながら楽しむことができます。それでは早速作っていきます。源泉に入れて30分。できました。お部屋に戻ってゆっくりいただきます。殻を割るの下手すぎですよね。絶妙な半熟具合と、こってりした黄身の味わいがめちゃくちゃ美味しかったです。それでは街歩きに移ります。今回はこちらのマップのこの辺りをざっくりと歩いています。住宅が並ぶ地域もあり、川沿いにはこのような緑がある遊歩道が長く続き、自然を近くに感じることができます。朝のお散歩にも爽やかで良さそうですよね。大通り沿いには前回の動画でご紹介した温泉まんじゅうの今井屋製菓さんもあります。塩原温泉バスターミナルのすぐそばにあるのが塩原物語館です。塩原の文化と塩原にゆかりのある文人を紹介する展示館です。こちらの裏手には前回ご紹介した紅の吊り橋があります。またお土産を買えるコーナーやソフトクリームなどを販売する売店、直売所、那須御養卵のオムライスを食べられるカフェレストランなども併設されています。この塩原物語館にある足湯がこちらです。街歩きの疲れを取るのに気軽に利用できて良いですよね。冷たい水が湧き出ているところが何箇所もあって、街中には涼やかな音が響いていました。この辺りにはお食事処が並んでいます。
おしゃれなお蕎麦屋さん。通りにある小仙堂本店さんで温泉まんじゅうをいただきました。こちらの温泉まんじゅうは珍しく栗あんが入っています。また三色まんじゅうや福梅もなかなど見た目も華やかなお菓子が並んでいました。もちろんお土産用にも購入しました。ほうき川に架かる蓬莱橋を渡ります。竹灯籠がありますね。夜は歩いていないのですが、明かりが灯るのでしょうか。飛行機雲がきれいに見えました。蓬莱橋を渡ると妙雲寺が見えてきます。5月には色鮮やかなボタンが咲くボタンの寺としても親しまれているようです。温泉と滝と吊り橋の町、塩原。こちらの道を下ってみます。柿の木坂です。川の向こうに七軒の滝を見ることができます。先ほどの通りを逆方面から進んでみます。かわいいイラストが街を彩っていました。さて、この通りにあるのがとて焼き食べ比べでご紹介した鈴の森カフェさん。温泉娘ちゃんのグッズもお隣でたくさん並んでいます。かわいいですね。とて焼き以外のメニューも充実しています。こちらのカフェは川沿いのテラスが本当に素敵でした。川のせせらぎを聞きながらゆったりとした時間を過ごせます。このいちごソーダは別添えでいちごシロップがついてきて甘さを調節することができました。甘酸っぱくてとっても美味しかったです。目の前の木には可愛い鳥も来ていました。お隣の栄太郎さんではくるみもなかを購入。夏は冷やして食べるのがおすすめとのこと。お家で冷やして食べたら塩がほんのり効いた甘じょっぱさとくるみの食感がアクセントになっていて癖になる美味しさでした。こちらもおすすめです。そのさらにお隣にはフルーツが豪華に入った豆乳クリームのパフェトテが食べられる果物屋カフェ富士屋さんがあります。こちらのとて焼き本当に美味しかったのでぜひまた食べに行きたいです。塩原温泉にある坂や道には石仏があり、私は3カ所見つけることができたのですが、調べてみたところどうやら門前温泉エリアに全部で13カ所石仏があるようです。人々の開運や無病息災を願って建立された石仏は全て見て回ると約50分の行程となるそうです。お散歩しながら回ってみるのもいいかもしれません。今回の動画で那須塩原温泉の旅は一旦終わります。皆さんもぜひ訪れてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。マハロー。